こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は4月上旬、桜の季節なんですが、こちら近鉄大阪阿部野橋から奈良県は高市郡高取町にある桜の大仏で有名な坪坂寺に向かってみたいと思います。そこでかねてよりちょっと乗ってみたいなと思っていた青のシンフォニーの指定席を取ろうと思ったんですが、なんと桜のシーズンはこれが満席となっておりまして、他にも桜ライナーとかあるんですけども、そちらの方もほぼ満席の状態となっておりまして、仕方ないので一般車両で最速のもの、こちらの区間急行橿原神宮行きに乗車することにいたしました。50分発橿原神宮前行き区間急行です。終点橿原神宮前には13時29分の到着予定です。次の古市で河内長野行きに途中の尺度で五須行きに停泊します。なお、この電車は終点橿原神宮前駅で吉野行き各駅停車に変わります。この電車は終点橿原神宮前駅で吉野行き各駅停車に変わります。ということで、春の桜のシーズン、もしかしたら秋の紅葉のシーズンも同じかもしれませんが、普段なら橿原神宮止まりの列車が吉野まで延長運転されるということです。とりあえず列車は大阪阿部野橋駅を出発しましたが、所要時間を比べてみますと、こちらは青のシンフォニーのダイヤなんですが、坪坂山までの所要時間は42分となります。それでこちらは朝と夕方にしか走っていない急行になるんですが、この場合ですと坪坂山までは47分となりまして、さらに急行の走っていない日中の時間帯は急行の代わりに区間急行が走るわけなんですが、これは橿原神宮前止まりになりまして、そこから3駅先の坪坂山まではさらに10分かかるんで、だいたい50分ぐらいということになりますが、乗車時間だけを比べますと特急に乗っても、せいぜい10分ほどしか変わらないということになります。ちなみに急行と区間急行の違いは、こちらの浮穴、坊城、橿原神宮西口の3駅に止まるか止まらないかだけの違いとなります。では列車は一つ目の停車駅古市に到着です。この古市と尺度の間が生駒山地という山が走っておりまして、大阪と奈良の県境なんですが、この山越えの区間にも駅が6つほどあるんですけども、この辺は利用者が少ないので30分に1本、1時間に2本しか列車が来なくても需要としては問題ないんですが、尺度から橿原神宮前までの地域というのは奈良県でも最も人口密度の高い地域で、ちょっと1時間に2本では対応しきれないので、区間急行を止めて1時間に4本の体制を作っているということです。では50分ほど乗車して坪坂山に到着。駅はこんな感じで、駅のすぐ画面では右側、この辺がバス停となります。それでこちらがバスのダイヤになるんですが、こちらは通常ですと土日にしか運行してないんですが、桜のシーズンは毎日運行されまして、さらに少々の増発があるようなんですが、詳しくはその桜のシーズンになってから奈良交通のホームページなどをご覧いただければいいかと思います。それでご覧のように1時間に1本程度しかバスがないので、このバスの時間を把握して、これを基準にどの列車に乗ってくるか決めるのがいい感じかと思います。ただ特急に割と合わせてるので、この2両編成の特急とかもすぐ席が埋まっちゃって取れないというのもあるんで、あらかじめ予約するのをお勧めいたします。では出発時刻となりましたのでバスに乗車。ここから坪坂山までは距離は 3.7 キロ。ちょっと地図を覗いてみますと、駅がこちらで目的地のお寺はこちらになりますが、途中のこの辺までは国道169号線を走りまして、割と快適な道なんですが、途中の分岐からは
こちらのような山道になりまして、標高もぐんぐん上がっていって、なおかつつづら折りのカーブが続きます。坪坂山駅から坪坂寺までは 3.7 キロなんですが、こんな感じで歩いている方もちらほらおられました。まだ季節的には割と肌寒いイメージなんですが、だいたい歩いている人はあくまでも見た感じですけども、白人系の半袖外国人となりまして、アジア系とかアフリカ系の人はなんか歩いているのを見かけないイメージでございます。ではバスに揺られることだいたい20分ぐらいですかね。坪坂寺に到着でございます。バス停を降りてすぐの眺めがこんな感じ。ちょっとここが標高何メートルとかっていうのは分かんないんですが、だいぶ登ってきた感じで、今からこの寺の中に入ってもだいぶ登っていく感じとなります。ちょっと分かりづらいんですが、今バスの陰に隠れているところが入り口となっておりまして、拝観料は桜の季節は1000円となります。それでこの印のところに大観音石像がありまして、ちょっと上りになりますが、ここまで向かっていきたいと思います。この坪坂寺は創建が703年、710年から奈良時代になりますので、建てられたのは飛鳥時代ということになります。弁慶上人という方がこの山で修行をしてたんですが、愛用の水晶の壺を坂の上のいおりのようなところに収めたのが始まりとされております。その後朝廷より南法華寺という正式な名称を賜ったわけなんですが、単純に名前からして天台法華宗とか法華宗の寺ではないのかと思ったわけなんですが、違っておりまして、現在このお寺は真言宗のお寺ということです。ちょっと考えますと、天台宗、法華宗、真言宗などの宗派は平安時代以降に成立した宗教なので、この飛鳥時代にはそもそも存在してないということなんですが、この法華という概念そのものは飛鳥時代からあったということだろうと思われます。分かっている方にとってはうるさい話になりますが、私の知人のように宗教的概念がとんちんかんな人のために少し素養をつけていただきたいということで申し上げますと、これらの宗教はこのようになるということです。では話がちょっと変な方向に進みましたが、桜の大仏に到着でございます。詳しくは大釈迦如来石像と言いますが、この右側にはこの赤い柵の舞台が一段、さらにその上には足場で組まれた臨時の舞台が設けられておりまして、そのさらに上には観音様に続く通路があります。なので3段階の高さを変えていろんな角度から撮影ができるということになっておりまして、こちらが1段目の舞台からの撮影となります。続いては2段目。こちらは足場で組まれた臨時の舞台となりますが、桜越しに見るのはここが一番綺麗な感じがします。ちょっと見渡してみますと、寺の建物の配置がこんな感じで分かりやすいというところでございます。大仏様がこの辺で、舞台はこちら、紫陽花の舞台となりますが、ここから階段を登っていきまして、こんな風に道がついてるわけなんですが、目印はこちらとなりまして、坂を登っていきますと、このような風景が見れます。
続いて先ほどの通路を進んでいきますと、大観音石像、それから観音様の手と、それから今度はお釈迦様が寝ている姿、大涅槃石像と読むんでしょうかね。背後の後頭部まで精密に表現されておりまして、長さは8メートル、ちょっと枕は高めが好みのようなんですけれども、今まさに入滅せんとしているところで、その様子を見届けるような位置に観音様が建てられているということです。大観音石像の長さは20メートル、重さは1200トン。インドで作られたそうなんですが、一気には運べないので66個に分割されて運ばれてきたようです。では本堂のある境内の方に降りてきました。位置関係はこんな感じで、大観音石像からはだいぶ下ってきた感じになります。こちらが鐘楼、それから三重の塔があります。ここ振り向きますと本堂となっておりまして、ここは季節ごとにいろんな催し物があって、今の季節はひな祭りがテーマになっておりまして、この中央にはご本尊が少し見えるようになっておりますけれども、ひな人形で埋め尽くされております。これはこのお寺の入り口入ってすぐのこちらの大講堂でも展示されておりまして、こちらはもうちょっと大規模で圧巻のひな人形の展示となっております。あと春以外にも夏はアジサイ、秋はモミジといった具合に季節に応じたイベントもやっているようです。こちらは七福神の石像になります。なんかここはその石像のテーマパークみたいな、そう言い換えても差し支えなさそうなほど様々な石像が建てられておりまして、大半の石像はインド産の石を使っておりまして、インド人の石職人が一つ一つ手彫りで彫っているということです。特にこれすごいなと思ったのはこちらの千手観音菩薩様で、こちらだけ室内に安置されておりまして、大仏様のこの隣のこの建物にございます。ということで他にもいろいろ見て回れるところはたくさんありますが、動画はこの辺で失礼したいと思います。ではこちらのバスに乗りましてお家に帰りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。